皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。日本と中国の下回転サーブのかけ方の違いについてちょっと興味深いことが分かりましたので、皆さんにお伝えしようと思います。で、先日ジャパンオープンの方に行って中国選手を間近で見て、いろいろ研究をしてきたんですが、ワン・リチン選手、そしてハオ・シャイ選手が、ジャパンオープンこの前出場されてたんですが、その時に下回転サーブのかけ方が、日本の選手とちょっと違うっていうのを、前々から思ってはいたのですが、それをやっぱり目の前で見てやっぱり違うなっていうのがありました。で、私は普段伊関聖光さんに指導をしてもらっているんですが、伊関聖光さんの下回転サーブも日本の選手の下回転サーブのかけ方とは全然違います。で、実際中国の卓球選手の私の知り合いの方に中国人の下回転の切り方と日本人の下回転の切り方の話をすると、やっぱり考え方が全然違います。で、今回はその違い、どちらが優れているとかそういうのはないんですけど、これを両方知れば、下回転サーブのかけ方のバリエーションが増えるかなと思います。ぜひ取り入れてもらえたらなと思いますね。で、よく皆さんが日本人、私たち日本人です。で、日本の選手のサーブの切り方は、ラケットを下回転、やっぱラケットの横側を相手コートに向けて切る。これが一般的ですよね。私も YouTube の動画で、知恵袋の方で何回も下回転の切り方で、ラケットの面、こういう角度で、ボールを、こすり上げる、こすり上げるスイングで、こういう切り方をしてあげるっていうのが、日本人の切り方です。で、中国選手の切り方は、こうではなくて、実はラケットの先端を横じゃなくて、こっちです。横を縦にしてあげる切り方が中国の選手の下回転の切り方です。で、こういう切り方です。これで切れるのかっていう感じがちょっとありますよね、最初は。こう切る。このスイングですよね。ラケットの先端縦にして、で、こうやって切る。こっちの、これが日本選手、横。で、中国の選手は縦。っていう違いがあります。伊関聖子さんも下回転を切るときは、こうやって日本選手みたいに横で切るんではなく、縦で切るようになっています。私との練習風景の伊関さんのサーブを見てもらうと分かるんですが、こう入ってます。こう入ってます。で、私たち日本の選手からしたら、この切り方で切れない感覚ありますよね。縦にしたら、そんな強くかけれない。パンと出ちゃう感じがあります。もう私たち日本人はもうこういう切り方。もうラケットを横にして、こうやってボールの底をこする。これはよく日本選手よくやっているので、こっちの回転をかける感覚はすごく発達しています。なのでこういうこすり方すごくできます。ただ、私たちも縦でこする、こういうこすり方、小さい時からやってないですよね。全然やってないです。私もこのこすり方は普段全然やらないので、だから感覚がないです。かける感覚がないです。だからこっちの回転かからないです。こっちの下回転はかかります。でもこっちの下回転、かからないなっていう感じになっちゃいます。逆にでも面白いのは、中国選手は逆に日本選手の下回転サーブの切り方は難しくてできないよっていう話を聞きました。だから逆にこれが難しいみたいですね。中国の選手はじゃあボールが浮きやすいっていうのがあるのかもしれません。この横にした下回転のかけ方は。これはやっぱ高くなりやすくて、回転はかかりますが、ちょっと浅くて高くなりがちなので、打たれてしまうのかもしれませんね。なので難しいっていう話なのかもしれません。こっちの縦で入って下回転を出す方が、やっぱり深くて低く入る。滑り込むような感じで入るので、こっちの方が球質的にはいやらしいのかもしれません。そういう話をしてて、そういう結果が出たので、すごい面白い話だったですね。だからハオ・シャイ選手とか中国の選手も、こうやってサーブ出すとき、下回転サーブ出すとき、YouTube の動画出すと、こうは下切ってないんですよね。縦で入ってるんですよね。縦でかけてる。で、変化が分かりにくい。っていうことですね。縦で入ると変化が分かりにくかったり、相手コートの深くに下回転が入る。
っていう状況になります。どっちがいいのかは分からないんですけど、ただでも中国の選手の下回転はこっちの縦で入る、先端が相手コートに向いているこの切り方です。日本人はこっち、中国人はこっちっていう感じの違いがありました。で、面白いのはちょっと気持ち深いんですけど、中国の選手も朱珍選手とかも下回転サーブの切り方もちょっとやっぱ縦っぽい入り方してますし、よく見ると横の面で、日本人はこうやって横で切るんですけど、横とかこういう状態で切るんですけど、こういう入りをして最後に縦にするっていう中国選手もいました。横にしながら最後に縦で、最初から縦の選手、中国選手、2パターンありましたね。だから横から縦にしてあげるか、縦だけで下を出すかっていうのは中国選手に多かったですね。知ってもらうことがすごい大事かなと思って、今日技術的にはできないですけど、皆さんにお伝えしようと思いました。で、皆さんの中でもサーブ出すときに同じ下回転出すだけじゃなくて、縦で入った横だけのじゃなくて縦で入った下回転サーブなどをやってあげると、より効果的なのかもしれません。こうやって何回も一人で練習して縦でかけれるように、私も今練習中です。こうやってます今。縦でかけれる。こうしたらサーブでもやっぱ縦でいつかは中国選手のような下回転サーブが出せるんじゃないかなと思いながらやっています。今日はまだちょっと実践できるレベルではないので、ちょっとそれを皆さんにちょっとトライしてもらいたいなという感じで動画を出してみました。ぜひ皆さんラケットを先端を相手コートに向けた状態でこういう下回転の切り方でかけてみてください。今回は面白いことが分かりましたので、皆さんも下回転サーブの切り方、中国流の切り方、日本流の切り方などを意識して使い分けてトライしていただくのは、より下回転サーブの幅が広がるのかなと思います。私も今から特訓をして身につけます。そしたらもう一回この技術の動画を出したいと思います。ありがとうございました。